皆さんごきげんよう、上川かおるです。今回取り上げる話題はウクライナ情勢。この話題を取り扱うときには主にアメリカやヨーロッパの話題をすることが多いのですが、今回は日本の話題を冒頭に行います。というのも、安倍昭恵氏がロシアに訪問し、プーチン大統領と面会したからです。安倍昭恵氏は最近だとアメリカに行ってトランプ大統領との面会を行うなどして、日本政府よりも軽妙に活動しているのではないかといった声などもあります。しかし、アメリカに行ってトランプ大統領やその家族との親交を深めるのと、プーチン大統領と会うのは全く意味や影響が違います。特に相手側にとって都合よく使われるという意味で、今回の安倍昭恵氏のロシア訪問は批判されるべきものです。今回の動画ではその他にトランプ大統領やドイツの話を取り上げていきます。朝日新聞の記事、プーチン氏、昭恵氏と面会、安倍氏を忘れぬ、対日関係改善模索か。プーチン大統領はモスクワで安倍晋三元首相の妻、昭恵氏と面会した。プーチン氏は晋三氏に深く感謝している。ロシアと日本の協力発展に対する彼の貢献を忘れることはないと強調した。プーチン氏は首相在任中の安倍氏と27回にわたって首脳会談を重ねた。今回の面会は一部が国営テレビで放映され、プーチン氏は昭恵氏に花束を渡して歓迎。昭恵氏がプーチン氏の言葉を聞きながら涙を流す場面も見られた。ロシア国営タス通信によると、プーチン氏は昭恵氏に対し、ロシアを代表するボリショイ劇場でバレエを見るよう勧めた。劇場までは自らの専用リムジンを使わせたという。異例の好待遇は日本との関係改善を睨んだ動きと捉えることもできる。また、米欧から厳しい経済制裁を受けている中で、日本をロシアの側に近づけたい狙いもあるとみられる。プーチン氏は、晋三氏や父の元外相慎太郎氏が旧ソ連やロシアとの外交に力を入れてきたことに言及。晋三氏の夢は両国間の平和条約であり、彼は誠実に取り組んでいた。私たちはこの道で真剣に前進してきたと持ち上げつつ、現在は状況が異なり、今は話さないと述べた。日本がウクライナ侵攻を機に制裁を科したことを念頭に置いているとみられる。一方の昭恵氏は、プーチン氏が2016年12月に晋三氏の地元山口県を訪問したことを振り返り、いかに主人が日露関係、プーチン大統領との関係を大切に思っていたかという表れだと主張。ロシアは大切な隣国であり、文化的な交流はずっと続けていただきたいと語った。安倍元首相は日露の北方領土交渉に力を入れ、プーチン氏と最後に会談したのは2019年9月。安倍氏は2022年7月に銃で撃たれて死亡したが、すでにウクライナへの全面侵攻が始まっており、プーチン氏は同年9月の安倍氏の国葬にも参列しなかった。林官房長官は会見で、政府として安倍昭恵元総理夫人とやり取りはしておらず、政府としてコメントする立場にはないと述べた。合わせて、ロシア側の大統領府報道官はこのように述べています。ロシア大統領府のペスコフ報道官は、日本国内には日露関係を回復し、対話を再開する必要があると考える勢力が依然として存在すると述べました。また、ペスコフ報道官は、安倍元総理が平和条約締結に向けてロシアとの関係を築いてきたにもかかわらず、現在の日本政府は対立の道を歩んでいると批判し、日本国内にはこの立場を近視眼的だと考える勢力が存在していると主張しました。林官房長官の言葉によれば、少なくとも政府が昭恵さんどうぞロシア行ってくださいという話をしているわけではなさそうです。となれば、ロシア政府側から昭恵さんにどうぞロシアへ来てくださいとオファーを行い、それに昭恵さんが答えたという可能性が最も高くなります。この場合、ロシア側としては、日本に対する外交的な揺さぶりをかけるといった目的が一番考えられます。ペスコフ報道官が、日本にもロシアとの関係改善を望んでいる人たちがいるという話をしているのも、そのような安倍昭恵さんが安倍元総理の妻であり、そうした政治的な支持者もいるだろうといったところから、自分たちの側に取り込めば、それに基づいて日本国内でも親ロシア派を増殖させることが可能ではないかと考えている節があります。しかし、そもそもプーチン大統領と昭恵氏のあっての話というのも、現実から言えばちょっと修正を入れる必要があります。というのも、安倍首相とプーチン大統領との間で直接対談が行われたというのは確かにその通りです。それも何度も行われたのも事実です。しかし一方において、全く平和条約の締結に向けて前進しなかったというのも厳然たる事実です。
北方領土が日本へ帰ってくる見込みは全く立っていません。一方で、全く物事が進まないにもかかわらず、ロシア側から日本に対して経済協力を求めるといった話は何度となく繰り返されてきました。彼らにしてみれば日本は非常に扱いやすい、都合のいい存在でしかなかったのです。また、そもそも論としてプーチン大統領の今の状態といったものを考慮しなければなりません。ロシアという国家で見れば、国連に定めた軍事力を用いて他の国を侵略してはならないという国際上のルールを破っています。今、ウクライナが戦っているのは、国際法にも認められた自国防衛のための軍事力の行使です。そして、ロシア軍はたびたび戦争犯罪を繰り返しています。プーチン大統領自身も国際刑事裁判所からの逮捕状も出ています。そのような国の指導者と会って、昔は良かったねみたいな話で対談をしている場合ではありません。昭恵氏の場合だとそうした政治的な周りの状況については基本的には考えていないでしょう。だからこそ厄介なわけですが、政府が関与しないにしても、ロシアに行きそうだなというのが分かった段階において、なんとか行くのはやめてくださいと説得することが必要だったでしょう。そして、昭恵氏をロシア側へと訪問させようとした、その動きの中に日本側の協力者がどのような人物がいたのか、政府が何ら情報をつかんでいないかもしれないことが、非常に不安です。日本はスパイ天国と呼ばれていますが、法律を破らないような形での情報工作といったものが、日本のあちこちで行われていたとしても、何ら不思議ではありません。昭恵氏を利用することによって、安倍元総理の支持者をも少しでもロシア側へと引きつけたいという思いがあるとするならば、このような動きを事前に阻止できるような情報網や情報機関の設立といったものは日本にとって重要でしょう。続いて、以前少し日本とロシアとの間における食料品の値上がり問題について触れました。日本でも農林水産大臣が更迭されましたが、ロシアにおいても上層部において解任騒動が起こっているようです。マクシム・チトフ農業副大臣がロシア政府から解任された。この命令は首相によって署名された。農業副大臣は5月28日に本人の要請により解任されたと報じられています。理由は明らかにされていません。彼は39歳、2023年11月24日に農業省の副長官に就任し、それ以前は4年間農業市場規制部門を率いていた。野菜やその他の食料品の価格が急騰する中、農業副大臣は解任されました。ロシア国家統計局によれば、ロシアの昨年の食品インフレ率は9年ぶりの記録、11.05% を記録。2025年の初めには価格上昇が再び加速。5月末までにジャガイモの価格は前年比 173% 上昇した。ちなみにロシアの公式発表で 11%、中国ともちょっと似たようなところがあるのですが、政府発表の数値本当に信じられるのかというような指摘もあります。プーチン政権に対して批判的な報道機関はいくつかあり、それらは今、ロシアからヨーロッパへと活動の拠点を移しています。それらの中には、政府発表は全くの嘘で、ロシア国内における食品インフレは 11% ではなく 30% 近くにまで達していると書いている記事もありました。さすがにそこまで上がっているのならば、もっと大ごとになっていそうなものなので、政府発表とそうした反政権報道の、中間あたりのどこかに真実があるのでしょう。どちらにしても、ロシア国内において食品価格の上昇は庶民の生活を圧迫し続けることでしょう。さて、そんなロシアなわけですが、残念ながらアメリカのトランプ大統領は未だに圧力をかけずに見守る姿勢を保ち続けています。BBC の記事、トランプ氏、プーチン氏に2週間の期限設定か、ウクライナについて対応を要求。トランプ大統領は、プーチン大統領に対し、ウクライナに関して2週間の期限を設定したとみられる発言をした。もしプーチン大統領が自分を騙し続けるなら、これまでとは違う対応をすると述べた。ロシアはこのところ、ウクライナへの攻撃を激化させている。トランプ氏はホワイトハウスの大統領執務室で、プーチン大統領は戦争終結を希望していると思うかという記者団の質問に対して、それには答えられないが、2週間くらいのうちにお知らせすると答えた。2週間のうちに、プーチン氏がこちらを騙して、あしらっているのかがわかる。もしそうしているなら、こちらは対応を少し変えるとトランプ氏は述べた。ただし、このような発言は以前にも繰り返されています。2週間様子を見てみよう。それによって、ロシアの本当の意図がわかるはずだ。似たようなセリフがこれまで3度繰り返され、その度に2週間が経っても、
トランプ大統領はロシアに対する圧力を何ら実施していません。その都度その都度アメリカの対応を変えて少しは圧力を加えるかのような検討は話しています。トランプ大統領はこうした検討というようなことを言っているがために、日本の移管法レベルでどんどん発言の重要さが下がってきています。そうしたこともあってトランプ大統領をバカにする言葉が生まれているようです。AFP 通信、トランプはいつもチキって退く理論、本人激怒。トランプ大統領は今週記者から TACO について質問された際、苛立ちを隠そうともしなかった。この TACA についてなんですが、どんな読みをするかちょっと私はわかりませんでした。トランプ always chickens out。意味としては、トランプはいつもチキっておじけづいて退くの略語で、ウォール街のトレーダーの間で広まっている。ちなみにチキンというのはアメリカのスラングで弱虫、臆病、腰抜けといった意味があります。ですから、トランプ大統領はいつも腰抜け野郎だみたいな話の略語が TACO、この4つのアルファベットだというわけです。なお、この話題が出たのはウクライナ情勢に関連する話ではなく、トランプ関税の話題から出ています。いわゆるタコ理論は、イギリスのフィナンシャルタイムズのロバート・アームストロング記者が、政策が市場を混乱させ始めると、すぐに撤回するというトランプ氏の傾向を強調するために考案したものだ。トランプ政権は、市場や経済からの圧力に対する耐性があまり強くなく、関税が痛みを生じさせると、すぐに引き下がることに投資家たちが気づき始めていると、アームストロング氏は結論付けた。これがタコ理論だ。トランプはいつもチキって退く。タコ理論はフィナンシャルタイムズのコラムを超えて急速に拡散し、投資家の間では単なる皮肉以上のものとして捉えられるようになったとアナリストらは指摘する。なお、この理論はあくまでも関税政策にまつわって生まれてきたわけですが、残念ながらウクライナ情勢に対しても似たような話だと私は思っています。しかも、ウクライナ情勢に関連しては、生きった場面すらなく、もう最初から完全な逃げ腰を見せており、ロシアにほんの少しの圧力を加えることすらトランプ大統領は全くできていません。アナリストらから弱虫と呼ばれていてもある程度当たっていると思わざるを得ません。さて、ちょっと取り上げるのが1日遅れてしまいましたが、ドイツで行われた首脳会談の結果について、ドイツ、長距離兵器めぐるウクライナ支援を約束。ただし、高性能ミサイルタウルスには言及せず、ウクライナのゼレンスキー大統領は、新たに約8200億円規模の軍事支援を確保してドイツ・ベルリンを後にする。ベルリンで結ばれた包括合意はドイツの財政支援のもとウクライナ国内で長距離ミサイルを共同生産するとの際立った内容を盛り込む。実現すればウクライナはロシア領土の奥深くを狙った攻撃が可能になるとみられる。この他にも発表では防空システム、兵器、弾薬を増強する方針が明らかにされた。また、指揮と運用の能力、医療支援の強化も打ち出された。その一方で、ある重大な側面は抜け落ちていた。今回の会見に先駆け、ドイツのメルツ首相に対しては、ウクライナに向けてドイツの高性能長距離ミサイル、タウルスの供与、もしくは使用許可を表明するとの期待が高まっていた。ドイツで発表されたウクライナ支援。予算としては約8200億円。これは非常に大きい額です。また内容面で言っても長距離攻撃兵器のウクライナでの生産をサポートすることが盛り込まれており、今後のウクライナにとっては今回の合意は非常に重要なものだと言えます。ただし、ドイツ製の巡航ミサイルタウルスの供与については正式発表は行われませんでした。この点に関してメルツ首相は、従来のドイツ軍はウクライナに対する支援が少なかったからと批判されたがために、いやいや、私たちドイツは十分に支援を行っていますよと反論をするために支援内容を透明化、公開化してきた。しかし、今の段階にあっては、ドイツによるウクライナ支援は揺るぎないものであり、全てを明らかにすることはかえってロシアに情報提供することにもなってしまう。ここからはある程度内容については非公開にしていくという方針を示しています。ですから今後巡航ミサイルタウルスを供与したかどうかの判定については実際に戦場で使われるまではちょっとわからないかもしれません。そして報道によれば巡航ミサイルタウルスの運用に関しては人材教育として半年程度は見なければならないとされています。この点について言っても今から人材教育を行うのか、それとも
供与することを前提として今すでにある程度進められているのか、そのあたりのことも今のところは全くわかりません。ですから3ヶ月後にタウルスが使用されたとなれば、ドイツは事前準備を進めていたんだなというのがわかりますし、今から半年後にタウルスが使われたとなれば、今回の合意をもってそうした準備がスタートしたんだなということが後からわかるわけです。メル首相が就任したのはつい最近のことですから、可能性としては今回の合意をもってして話が進み始めるんじゃないかなというのが私の予想です。一方で、ドイツからのサポートを受けることによってウクライナ国内での長距離兵器の開発、生産も加速されることとなります。地対艦ミサイルネプチューンの射程距離延長によって従来のドローンによる攻撃だけではなくミサイルによる攻撃によっても主要な戦略目標に対する攻撃を行うことができるようになればロシアの継戦能力により大きな打撃を与えることができるようになります。現状アメリカからの支援が途絶えている状況の中で前線を持ちこたえていることから今ウクライナが目指すべきなのはかつてソ連がアフガニスタン侵攻して最終的に撤退したようにいかにしてしっかりと守りロシア本国に対するダメージを与えて戦争を続ける能力をいかにして奪っていくか、これが今のウクライナにとっては重要なことです。今回動画の冒頭で安倍昭恵氏がロシア訪問を行いロシア側に利用されているという話をしました。せめて最後に取り扱ったドイツのようにウクライナ支援につながるような動きを日本政府も行ってほしいものです。日本国民に負担をかけないでウクライナ支援できるという方策はすでに見つかっています。ロシアに対して行った制裁に基づいて凍結資金をもとにしたウクライナ支援、もしくはヨーロッパ各国が行ったように退役する兵器の中でウクライナがもらったら使うよというものについてはどんどんと送るというような形もあります。ロシア軍がソ連時代の遺産をもとにして戦闘を続けてきたようにウクライナに対しても日本にとっては使わないんだけれどもウクライナにとっては使えるものというものは必ずあるはずです。石破政権のウクライナ情勢に対する関心は非常に低いと見られるだけにもうちょっと国際情勢にも目を配ってほしいものです。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。